こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画を送りをしております。今回はトピックスとして多くの会社で関心を持っている最低賃金について見ていきたいと思います。2024年令和6年度の最低賃金額について解説をしていきます。毎回動画で最低賃金の解説をしている中で過去最高の引き上げというのを毎回説明をしている気がします。そして2024年、今回もですね、最低賃金の引き上げ額が過去最高、そして全国平均額も過去最高という形になります。全国平均は1055円という形になります。これに対して実質賃金の引き上げには寄与しますけれど、中小企業においてはかなり厳しい状況なのではないかと思います。従来からの原油高騰ですとか、物価高、そして円安といった状況に加えて人件費の増大という形になりますので、今現状ですね、2023年を超える数で倒産が増えておりますので、さらにこの倒産、廃業が加速していくのではないかという懸念もあります。今回の概要ですけれど、まずは最低賃金制度について解説をしていきます。最低賃金といっても、実は2種類最低賃金というのが設けられております。一般に皆さんが認識をしているのは地域別最低賃金というものになります。まずはこの最低賃金について解説をしていった上で、今回引き上げになりますけれど、最低賃金の推移の状況、実質賃金の状況について見ていって、令和6年、2024年から最低賃金どのようになるのかについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは最低賃金制度ですけれど、最低賃金というのは地域別最低賃金と言われるものと特定最低賃金と言われるもの2種類存在をします。一般にマスコミで取り上げられるのは地域別最低賃金と言われるもの。こちらは最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度になります。法律になります。従いましてこちらに関しましては、守らなかった場合は刑事罰といった形で、50万円以下の罰金という形になっております。そしてこちらはですね、地域別最低賃金に関しては、すべての労働者へのセーフティーネットといった役割があって、その適用対象は全国一律というわけではなく、都道府県別に適用されるという形になっております。そして決定方法については、行政機関に決定を義務付けをしているという形になります。一方、特定最低賃金というのはですね、労使の取り組みを補完をするものという形になっておりまして、産業別、職業別に適用されるという形になっております。ただですね、この特定最低賃金、あまり機能をしているとは言えず、多くの場合は、この地域別最低賃金を下回っているケースが多いので、特定最低賃金、を意識することはあまりないというのが現状ではないでしょうか。ではこの地域別最低賃金、今どのような形で推移をしているのかについて見ていきたいと思います。地域別最低賃金、その背景につきましては、先進諸国に比べてやはり低い賃金水準であるといったところが、日本をかつてから言われてきたところがあります。そしてですね、労働者全体の所得を増やしていって消費の活性を促すといったところで、最低賃金につきましては直近でいくと2023年令和5年にですね、全国平均1000円に乗りましたけれど、こちらは2019年の骨太の方針に乗っかっていたもので、全国、毎年 3% ずつ上げていって全国平均1000円を実現をするといったところ、そして令和5年2023年に全国平均1000円を達成した後で、この最低賃金は新たなフェーズで突入をしているという状況になっております。今現状、政府はですね、2030年代の半ばまでに1500円の全国平均を達成をするという形で目標を掲げております。ただ一方でですね、この2030年の半ばというのを前倒して実現をしたいといった発言も出ておりますので、今後ですね、どんどん、最低賃金の引き上げというのはまだまだあると。そしてこの最低賃金につきましては毎年10月
頃改定をされるという形で、必ず10月1日に適用というわけではなく、地域別にずれはあるんですけれど、このような形で最低賃金というのが7月ぐらいに検討されて、8月に地域別に降りていって、そして決定されるといった状況が一般的かと思います。そしてこの最低賃金ですけれど、やはりですね、どんどん上がってきているという状況で、2023年、令和5年には全国平均1004円という形になったわけですけれど、ただ一方で、世界の経済状況等にもよりますけれど、物価高といったところが非常に大きく寄与しておりまして、実質賃金というのはずっとマイナスになっているといった状況。今現状は2024年12月に実質賃金プラスに転嫁するんではないかというような憶測がありますけれど、ただですね、一方で電気ガスの補助金の延長というのがありましたので、少し前倒しをして実質賃金プラスに転換をするというふうに見込まれております。こういった中で賃金は上がっているんですけれど、それ以上に物価が上がっているという状況の中で、実質賃金はやはりプラスになっていないという状況、もっと賃金を上げていかなければいけないというような認識が政府は持っているという状況になります。そしてこの最低賃金の決定の流れですけれど、まずはですね、最低賃金の中央最低賃金審議会で検討されるという状況になっておりまして、全国平均の引き上げ目安、グループ別の引き上げ目安というのをまずは出して、それをですね、地域別最低賃金審議会の方に下ろしていくという形になります。そして最終的には各都道府県の労働局長の決定によって順次発行、最低賃金のスタートが決められるという状況になっております。そして最低賃金、毎年ですね、使用者側、政府側、労働者側等の議論が交わされるわけですけれど、やはり労働者側としてはですね、中小企業の苦しい状況もあり、そして、ただ物価高による生活の苦しさといったところもある、そういったところもあり、政府はですね、継続的な物価高騰への対策ですとか、中小企業の価格転嫁を促進をしていくといったところでどんどん引き上げていきたい、中小企業側では引き上げては人件費が増大になるので厳しいといった状況がありまして、特に2024年に関してはかなり各都道府県で意見割れて揉めたという状況を感じております。その結果、令和6年度2024年の最低賃金につきましては引き上げ額が51円、令和5年2023年は41円だったので、さらに引き上げという形になります。そしてですね、全国加重平均としては1055円という形で、全国平均1000円に乗った令和5年をさらに上回るという形で、引き上げ額、そして全国平均額も過去最高という状況になっております。この最低賃金ですけれど、通常はですね、グループ別に引き上げ目安というのが提示される形になります。こちらは2023年、令和5年に、グループが従来4グループだったのが3グループに変更になって、このような形で A、B、C の3グループにおいて再編をされている。そしてそれぞれに対して引き上げ目安額というのが提示されて、それぞれのグループに応じた引き上げ目安額、出るんですけれど、今回は A、B、C のグループいずれも引き上げ目安額が50円という形で、かなり強気に引き上げ目安を持ってきたという状況になります。その結果ですね、それが地方の方で検討された結果、全国平均1000円を超えをする地域は全部で16都道府県という形で、2023年は8都道府県だったので倍になったという状況になっております。そして最高の引き上げ額につきましては B グループにあります徳島県ですけれど、引き上げ目安50円に対して引き上げ額84円という形で、こちらも異例な対応という形で非常にびっくりをしているといった状況です。ちなみにですね、日本の最低賃金につきましては世界と比べて低いと言われておりますけれど、では世界はどのくらいの時給なのかと言いますと、今1位がですねルクセンブルクという形で1700円、オーストラリアが1500円、フランスが1400円、
ニュージーランドが1394円ほどという形になっております。1500円実現をすると世界で2位もしくは3位のところに入ってくるという状況で、ここを目指して日本の最低賃金というのは引き上げがされているという状況になっております。そして最後に注意点のまとめですけれど、最低賃金は順次発行されるので、10月1日からの全国一斉適用ではないということに注意をしてください。そして最低賃金引き上げされます。それに伴ってですけれど、自発的離職というのが今非常に増えているという状況です。失業率が増加をしています。人手不足の中で失業率が増加するという状況で、こちらはですね、自発的失業、自らより良い環境を求めて会社、仕事を辞める方が増えているという状況。そして2025年4月から基本手当、失業手当の給付制限が解除になりますので、一層より良い環境を求めて会社を辞めて転職をするという方が増えていくというふうに思います。また、派遣におきましてはですね、派遣法の賃金、同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準、こちらも発表になっております。令和7年度、2025年度の適用が公表されておりますので、こちらもチェックをしてほしいと思います。賃上げ、どんどん引き上げられていきますので、賃上げによる原資捻出のためにもですね、業務効率化、そして生産性向上を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。